皆さん、ハロー、マサトです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしてまいります。今私たちがいるのは、バンフのダウンタウンど真ん中、こういう場所です。こっち側も後ろもカスケードマウンテンが今綺麗に見えている絶好の観光日和なんですが、今回紹介するのはここ、パークディスティリリーというレストランです。実はこのレストランが一番紹介したかったレストランについにやってきました。どこか一つバンフでレストラン紹介するって言ったらもう間違いなく私はここがおすすめ。久美子はおすすめの一つ。はい、おすすめの一つだそうです。ということで、とにかくバンフで一番人気で一番おすすめのレストラン、今日は紹介していこうと思います。それではレッツゴー。このパークレストランは結構バンフアベニューから大通りからだとめっちゃ分かりやすい場所にあるよね。で、明らかに混んでるので悩むことはないです。店に来るときにわお、半端なく混んでるんだ。さあ、今日はパティオ席がゲットできるかどうでしょうね。ちょっと聞いてみましょう。やったぜ、パティオ席がゲットできました。ここめちゃくちゃ人気なんで、もし外で食べたいところがあったら絶対予約することをお勧めします。あ、そう。今日は Thank you。さあ、じゃあ今日は幸運にもパティオ席をゲットできました。イエーイ。これ後ろ見えますか？久美子の指差し、そう、こっちカスケードマウンテンがめちゃくちゃ綺麗に見えるパティオ席があるんですよね。結構運が良くないと取れないんで、もう本当絶対ここ座りたいっていう人は予約することをお勧めします。予約もできるからね、これはオンラインで。で、このパークレストランいいのは、メニュー今ここにあるんですけど、これだけこの見開き1ページしかないので、あんまり迷うこともないと思います。ただ、カナダあるある、海外あるあるなんですけど、メニューに写真とかないです。ないね。なので今日は私たちのおすすめを紹介していこうと思います。まずは飲み物、何しようか。私たちのお気に入りの東京、そうだね、いいよ、さっき取ったの。東京ドラフトヘイジー IPA、にしよっかな。ここ缶もいっぱい種類豊富でいっぱいあるんやけど、いつも結局ドラフトの生ビールを頼みがち。そう、地元のビールを結構扱ってるのも、バンフのお店の特徴だね。で、メニューもドリンクメニューもこの裏と表しかないので、めちゃくちゃ種類があるわけではないです。だからそんなに迷うこともないかな。And then could you also get the Cowboy ribeye? Cowboy ribeye. How would you like your ribeye? Medium rare. Medium rare Yeah. will do. And anything else for us? That's all for now. Perfect. I'll get that going and I'll get that beer for you. Sorry about the confusion. it's okay. Let me get these menus out of the way. I'll be right back. Thank you。さあ、じゃあビールが来ました。見てみて、超でかいスタインサイズっていう1リットルぐらいあるやつで、今回私と久美子が頼んだのは何だっけ？東京ドラフトヘイジー IPA。東京ドリフトヘイジー IPA だね。ドラフトかとそう、思ったもん。カルガリーのブリュワリーのやつで、種類でいうとヘイジー IPA、ちょっと濁った感じのパーセントは？ビール。パーセント高いんじゃない？ 6% ぐらいあると思う。ちょっと濃いめのビールです。いただきます。じゃあ乾杯。うめえ。そうで、こっちでビール頼むと、このサイズ、スタインサイズ頼むとだいたいびっくりされるよね。何これみたいな感じで。うまいね。うまい。そうで、今日このパークレストラン、パークディスティリリーっていうんですけど、パークレストランって言った方が通じるかな。で、なんで来たかっていうと、結構私たちがこの店使うときは、なんか友達とか家族がバンフに遊びに来たりとか、ちょっとした、クリスマスとかね、なんかそういう節目の時によく利用する、レストランで、値段でいうとどうだろう、カジュアルとちょっと高級の間ぐらい、旅行で来るにはかなりちょうどいいぐらいの値段のお店なんですけど、今回、今日来たのは久美子が2つ実は仕事をバンフでしてるんですけど、そのうちの1個、今日ちょっと区切りがついたっていうことで、お疲れ様会を、やれと
やれってうるさいんで、うるさくはないか、まあ、やれっていう無言のプレッシャーがあったんで、今日はちょっと仕事帰りここに来ました。そう、まあ、天気もちょうどいいしね。そうなんか思ったよりなんか最近ずっと寒くて、でなんか今日すごい風はちょっとあるけど天気もいいしね、気候もちょうどいいからパティオちょうどよくないと思って。でここアベニューのど真ん中なんで景色もいいし、人を眺めながらでもね十分楽しめるレストランやから。で今ちょうどフードを頼んで今待ってるところなんですけど、ここのレストランはねマジで外れがないメニューにないよね。まあなんかもう何食べてもみんな満足できるやろみたいな感じの、まあ、見せ方とかね。そうそう、だからまあ当然サラダもあるし、ビーフチキン、あとは魚もあるんで、まあなんかこう比較的幅広い好き嫌いにも全然対応できるそうお店で、ここアルバータ州なんですけど、アルバータ州はアルバータビーフがまあ有名な名産品で、当然アルバータビーフのステーキも出てるんで、1日しかなくてバンフどこ行ったらいいですかって言われたら、もう間違いなく本当最初に一番おすすめする、まさとはいつもね、お客さんにもここに来とけば間違いないっていうお店です。まあ、アルバータビーフ食べれるし、地のもののお酒も飲めるし、まあバンフ来たっていう感じ、夏は特にこのってパティオ席があるからね、そう楽しめるからね。でこのパティオ席も、まあ、8月半ばに実は住民投票があって、このパティオ今このバンフの大通りってなんだ通行止め、歩行者天国になってるんですけど、この通行止めを来年以降もやるかどうかっていう住民投票がもうちょっとであるんですね。もしかしたら来年通行止めやるのやめますってなったら、もうこのパティオ席、なくなるね、今年で最後になるんですが、どうなると思う？いや多分あると思う、俺も多分あると思うそう、このバンフは観光しかない街なんで、観光にプラスなことを多分反対意見はあるとは思うんですけど、まあ、なかなかねうまくいっとるもんね、この歩行者天国、でもなんか今年も結局やるやらんっていうのは結構ギリギリになって決まったよね。ずっとやらないんじゃないかとか、パークスカナダとタウンオブバンフのなんか意見が違ってね。そうそうそう、まあもともと普通に考えたらね、道路にお店出すってことは道路として使わないってことになるんで、まあそれはおかしいっちゃおかしいよね。でも今日は結構なんか明日が週1回のお休みなので、ちょっとまあ仕事も区切りがついたし、まあ、お世話になってたんですけど、ちょっと卒業っていう形を取らせてもらうことになったんで。ありがとう前の職場、いやめっちゃいいところなんで。見てますかありがとう前の職場、感謝してます。なんだその言い方久美子がお世話になりました。本当そう。私たちが今このスタインを飲んでると、結構ここだと人もめっちゃ見る場所にあるし、新しい人が入ってきて、あれ何、あのでかいの何みたいなね、みんなそれなんていう飲み物なのってめっちゃ聞かれるんですけど、今ここで飲んでるだけで2組のお客さんがサーバーに、あの人たち飲んでるの何、すげえ見られます、これ持ってると。日本もこのサイズあればいい、まあ、あるか、ビッグジョッキーまあでもね、日本人は基本的に酒飲みすぎだと、こっちに来て気づいたけど。でもなんかあと言うのは、日本はさ飲み放題があるじゃん水が欲しいらしい。パティオ席の何がいいかって、私人の観察するの好きだからそれも楽しいし、あとなんか犬をねめっちゃ家族と同様に連れてくる人が多いんよね、こっちの文化ってね、そうよね、今犬を全然そうでレストランに連れてくるのがカナダだと普通よね。店の中はもちろんダメやけど、パティオ席だとドッグとかは全然 OK なんで、しかもみんなすっごい犬大好きな人がすごい多いで、みんなもうで、しかも本当しつけがよくされてる犬が多くて、もうみんななんか触っても全然かぶるとか吠えるとかもないし、みんなお利口な犬が多いYes, I'll share. Perfect. Then I'll just leave that one there. Thank you. Thank you.
guys here as well for you. さあ今回頼んだのがこれです。じゃーん。じゃじゃあまずこれ、ーん、カウボーイリブアイステーキミディアムレア。で、ポテトもベイクされたやつにチーズが乗ったやつベーコンうで、まそう。これはトリュフフライだけど、なんか去年とかまでこうカーリーなフライやったと思うんやけど、なんかちょっとスタイルが変わって、でこれは何だったっけ名前、ハイカーサラダみたいなやつ。のスモールサイズ、そうそうちょっとこれだと2人だと多いんで、普通のサイズより、そうそう、フルサイズだとね、これね、2人、めっちゃあるんよね、このサラダ。だからまあ、頼めるんだら、これ、ハーフサイズあるかとか聞いてもいいと思います。で、なんかこの中のオプションはね、2つしかできない、シーザーかこのサラダしかできないよって言われたんで、これのスモールサイズにしました。よし、じゃあ今日はこれ食べてきます。いただきます。うまそう。なんかこうやってグラノーラとかラディッシュが入ってるサラダです。いただきます。美味しい。どんな味がするの？さ本当ね、向いてないと思うよ。あ、はい、来た。分かった。ちょっとチーズっぽいドレッシングの味がする。オッケー。で、まだちょっとグラノーラには到達してないけど、グラノーラとかの干しぶどうとかの甘みで美味しいと思う。オッケー。じゃあ次はこれ何やったっけ？カーボーイリブアイ。リブアイ。ミディアムレア。あ、でも割とね、いい感じに焼けてる。どうぞ。美味しい。塩コショウもよく効いてめっちゃ美味しい。塩コショウ。はい。塩コショウがよく効いたステーキをこの絶景の中食べていきます。じゃあね、ちょっと食べていこうか。じゃあマサトが今からこのトリュフフライの説明をします。はい。じゃあつけて食べて。チーズとなんかソースがかかってるやつ。本当にトリュフこれ。ちょっと待って。この申し訳ないけどトリュフを食べたことがないから全く分かんないんですけど、まあ、チーズが乗ったフライとマヨネーズって感じです。全然違うよ。ちゃんとトリュフの味したじゃん。そう、まあ個人差があります。美味しいよ。で、まあ、せっかくなんでちょっと最近のバンフの状況をちょっとお話ししていこうと思うんですけど、食べながらですよ。でまあ、やっぱ一番気になるのはジャスパーの家事なんですけど、まあ、別の動画で出してるんで、それはまた見てみてください。よかったらこの辺。そうやね。なんかそうこの辺にちょっと載せとくんで、見ておいてください。まあ一旦ね街の火事自体はちょっと収まっていて、収まったよね。だけど、まあ、ちょっと実はこの撮影の日からはまたちょっと気温が上がって乾燥も始まるんで、ちょっと広がるんじゃないかっていう心配もあるんですけど、まあ、それは誰もわからんからね。そう実はね、毎年6000件から8000件もカナダでは山火事が起きてるんで、それは誰も防げんことやからね。そう実はまあ誰も悪くないことなんで、まあ、気にしてもしょうがないっていうと当事者には申し訳ないんですけど、まあ今そういう状況です。だから山火事のことは話してもしょうがないんで、まあ、バンフの、最近の状況でいうとちょっと気温は落ち着いてきました。2週間ぐらい前までは毎日30度で、カナダの30度ってめちゃくちゃ暑いんですよ。もう信じられない。しかもエアコンもないし、家だとね、でもう乾燥しきって水分もないし、もう飲んでも喉乾くみたいな。そうだからまあ災害級の暑さっちゃ暑さで、ここ最近この1週間10日間ぐらいはちょっと涼しい、気温が続いてるんで、今こうやって、パティオ席で楽しんでるんですけど、この撮影している7月31日翌日ぐらいからはまた気温が上がる予報です。まあ、25度を超えるんで結構暑く感じますが、朝は1桁台まで気温が下がります。朝晩はね寒い、だから日中は半袖なんですけど、やっぱり1枚羽織るものは絶対に必要です。絶対いる。でたまにはもし旅行のそのツアーとか参加するんだったら、寒いところとか標高高いところにバンフより行くんだったらダウンはいると思う。
薄めのねウルトラライトダウン的なねは必要です。朝は1桁台まで下がって日中は30度以上になる可能性があるので、半袖の T シャツ、半パン、長ズボンで、例えばパーカーと、あともう1枚軽めな風が防げるようなやつがあればとりあえずどうにかなると。重ね着できたらね。でバンフのね中でも必要だったら変えたりもするんで、記念としてねバンフの T シャツとかトレーナーとかね、買えば思い出になるから。バンフバージョンのパーカーとか買うのも思い出だとは思うんで、ただそれぐらい気温の変化が激しい山やからね一応。これからちょっと食べ進めていきますが、これイエイ何だっけ、カーボーイリブアイ、食べていきます。でも今日おすすめした料理とはね、今日おすすめしたのはここの定番だと思います。これ頼んどけばとりあえず間違いないですけど、あと頼むんならマッケンチーズとかマカロニチーズとかポークリブ、甘酸っぱいく焼かれた豚のお肉とか。あばらとか言ったら気持ち悪いから。気持ち悪くないです。豚のあばら、そういうのもメニューにはあるよね。おすすめのメニューです。ぜひトライしてみてください。で今日は2人で頼んだメニューとしてだからサラダもスモールにしたりとかして頼んだんですけど、4人とかだったら全然サラダも普通のサイズとかでも全然ねいけるよねと思います。じゃあちょっともう特に喋ることなくなったんでゆっくり、このねパークディスティリーおすすめですってことで、ここはねビールだけじゃなくてディスティリーっていうのそもそも言ってなくない？ここはもともとジンよねとか蒸留酒の、ブリュワリーって、なんていうんやろ、なんていうブリュワリー作ってるところだから結構本当にここで本当にこの裏のレストランで作ってる、レストランの中で作ってるんで本当に作りたての味が楽しめるし、ローカルのお酒が好きな人、ビールが嫌いな人でもここは来れる場所なのでみんなが楽しめるレストランっていう感じよね。なのでそのお酒飲めなくてもノンアルコールのカクテルもあるし、でもアルバータ独特のこっちってお肉とかしかやっぱないからお肉とかそのアルバータ牛を楽しんだりとか、家族でそういう旅行来たなっていう食事を味わいたいならここはおすすめよね。お酒とかなしにしてね。なのでいいんじゃないでしょうかね。ここはおすすめな場所です。さあというわけで2時間ぐらい、このパークディスティリーパークレストラン楽しみましたけど、どうやった？楽しかった、美味しかった、久しぶりやし外の空気吸いながら美味しいご飯食べて美味しいお酒飲んで楽しかったです、やっぱりこのレストラン間違いなくてこのパティオ席なんかも、結構人気よね。そう知り合いにも会えるしそうやね、道沿い結構人が歩くんで知ってる人にも会うし、ツアーに参加したらもしかしたらツアーに参加した人に会ったりもするかもしれません。でこのレストラン結構人気なんでめっちゃ人気だね、来るならできたらね予約した方がいいと思います。7時前とか、7時より前とか5時とかだと結構スムーズに入れることが多いけど、7時を回るようだったら絶対予約は必須だと思います。そうだね。でオープンテーブルっていうこっちの予約システムみたいなのがあって、これめっちゃ簡単に予約できます。スマートフォンで名前と連絡先とあとクレジットカード、一応ね登録する必要あるんですけど、この3ステップで超簡単に予約できるんで、結構、予約してた方がいいと思いますね。で海外に来た感はかなり感じれるし、料理も美味しい、ドリンクも結構豊富で、美味しいです。ぜひバンフカナダ、アルバータ州のバンフに来た時は、
このレストラン来てみてもいいんじゃないでしょうか。おすすめ。間違いなくおすすめのレストランです。はい、というわけで、今日はここまでにしたいと思いますが、このチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから楽しいことをお伝えしています。ほら、これからもなんだ楽しいこと、どんどん情報発信していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では、次の美味しいレストランバンフでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。